どうも皆さんこんにちは、りょうまです。今回は人生で初めてブーツを購入しまして、しかもそれがですね、もうむちゃくちゃかっこいいアイテムなので、ぜひですね、この動画でそれを皆さんにシェアしていきたいと思います。早速なんですけれども、購入したブーツというのがこちらですね。少し前にインスタグラムのストーリーで先にシェアしていたんですけれども、購入したのが初めてなんですが、ディオールのアイテムになっています。前からですね、ずっと気になってたアイテムではあったんですが、残念ながらですね、僕が数ヶ月前に確認した時は在庫が全サイズなくても完売で、再入荷待ちっていう感じだったんですよね。で、そこから諦めてしばらく他のブランド、他気になっていたのはプラダのローファーですね。こちらの画像のものだったりとか、あとはボッテカベンタ、そこのブーツだったりとか、そういったものとですね、迷っていたんですが、もしかしたらと思って最近またウェブサイトディオール見てみたら、在庫が復活していて、銀座の方に、ストックがあるということだったので、足を運んで路面店で買ってきました。結構高いお買い物だったんですが、全く後悔はしてないです。そのぐらい素晴らしいアイテムなので、実際に開封していきたいと思います。ということで、今回購入したのがこちらのディオロブリークのデザインが入ったサイドゴアブーツですね。もうこれがとにかくかっこよくて、もうかっこいいしか語彙力がないぐらいもう素敵な素晴らしいアイテムなんですけれども、こちらについてですね、簡単に紹介しますと、ブーツといってもいろいろ種類があるんですが、その中でもですね、サイドゴアブーツ、チェルシーブーツと呼ばれるジャンルのシューズになっています。シューレースがないので着脱が非常にしやすいというのが大きな特徴で、ブーツは軍艦、いわゆるミリタリーのアイテムですね。戦争の歴史の中で発展を遂げたものとして有名なんですけれども、このサイドゴアブーツについては軍艦ではなく王室から誕生したアイテムになっています。1830年代のビクトリア女王が即位した時に、当時の靴職人が女王のためにと言って仕立てたブーツになってまして、そこからですね、少しずつ広がりを見せて、1840年代、10年ぐらい経ったら、イギリス国内で、広まっていったと。で、そこからさらに10年ぐらい経った1850年代には、日本にもですね、イギリスからこのブーツが、到来しまして、当時非常にですね、印象的なこのブーツを履いた日本人として挙げられるのが坂本龍馬ですね。僕の名前の由来も坂本龍馬から来てるんですが、彼が、当時の武士の中では初めてかな、サイドゴアブーツを履いた方として非常に有名です。龍馬のブーツ像なんかが長崎にあったりするんですけれども、彼が履いていたのがこちら。僕としてはですね、そういった自分の名前の由来になっている人が履いていたブーツでもあり、超憧れのディオールでもあり、そしてですね、めちゃくちゃ完成度が高いということで、もう迷わず購入を決めてしまったアイテムですね。デザインの特徴としては、いくつかあるんですが、まず一番大きなところとしては、ここのサイド側の部分がディオールのシグネチャーであるディオールオブリーフが描かれているデザインになってまして、サイドの部分、このゴアとアッパーの切り替えのところにクリスチャン・ディオールタグが縫い付けられているものになっています。で、ここの紐の部分にも同じくディオールオブリーフが描かれていて、でですね、アッパーの部分はスムースカーフスキンを使用しています。非常に滑らかで光沢感があって、もう傷も一切ないので、今後履いていく過程で傷つきやすいタイプの革だとは思うんですけれども、気をつけながら着用していきたいと思います。これが革の特徴。でもやっぱり一番はソールですかね。これ見ていただいたらわかると思うんですけれども、こちらにディオールというふうに描かれていまして、2種の異なるソールを使用しています。銀座店のスタッフの方の説明によると、この前面の部分で使用しているのがビブラムソールなので、非常にしっかりしている丈夫な素材で作られているものになっています。ただここの後ろの部分はですね、ちょっとエアマックスというかナイキに近いようなクッション性のあるソールを使用していて、ではここにもクリスチャン・ディオールって書いてますね。
うやって異なるソールが使われているというのも非常にかっこよくて、やっぱりこのブーツってどうしてもフォーマルっていうかカチッとしてモードに決まるようなアイテムなんですけれども、その中でもソールでちょっと遊び心があって、若干テック感もあるというか、カジュアルにもフォーマルにもいろんな場面で履くことができるアイテムだと言えます。ただ、一つだけですね、残念だったポイントとしては、2種のソールを使用しているので、修理がどうしてもディオールではできないみたいです。後ろの部分が完全にオリジナルで、代替品がないということなので、なるべくですね、削らないように、かかとを使って歩かないようにしようかなって思うぐらい、そこのちょっと耐久性っていうところが今後どうなるかなっていうのが心配な部分ではあります。履き心地もすごい良くて、ウェブサイトでですね見るのとはまたちょっと違って、シルエットもすごい綺麗で、この後実際にコーディネートでこの靴をいろんな洋服に合わせてみたいとは思うんですけれども、ずっと見ていられるというか、お値段がですね、税込みで15万円ぐらいしたんですけれども、そのぐらいの価値があるかなというようなアイテムでした。他にもディオールでローファーだったりとかブーツですね、履かせていただいたんですが、これが一番個人的にはかっこよくて合わせやすいんじゃないかというふうにスタッフの方もおっしゃっていたので、いやそうですよねみたいな感じで、買いましたね。こんな感じで早速いろんな服に合わせて着用していきたいと思います。Hello? Hello? Hello?今回はこんな感じでですね、こちらのディオールのミリタリー風サイドゴアブーツを紹介させていただきました。僕がモードファッションに系統を切り替えてから一番感動したというか、何の後悔とか迷いもなくこの金額を出せるのかっていうぐらいですね、一目惚れで購入してしまったアイテムで、思い入れも今からすでに強いんですけれども、ブーツは本当にずっと欲しかったアイテムなんですよね。やっぱり普段からワイシャツとかジャケットとかスラックスとか、そういう少しカチッとしたモードのファッションが好きでずっと着ていたので、それに合わせるものが今までスニーカーしかなかったんですよね。だからこそ革靴をずっと欲しかったんですけれども、やっぱりヒールブーツとか、ローファーとか、いろんなブランドのもの、自分が普段好きなブランドのものも探してみたんですけれども、なかなかバチッとハマるものがない。でもブーツってものすごく高額じゃないですか。自分が100点満点だなと思うものにそれだけのお金を払いたいとずっと考えていて、それに巡り会えたのがこれだですよね。この秋冬ですね。履き潰すぐらいの勢い。もちろんソール忘れ減っては欲しくはないんですけれども、もうガンガン履いて楽しんでいこうと思います。普段僕のチャンネルではモードブランド、デザイナーズブランドって呼ばれているジャンルを中心にファッションに関する動画を投稿しています。もし今回の動画面白かったな、良かったな、気
気に入っていただけましたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録、あと動画のご感想などコメントでいただけますと投稿のモチベーションになりますのでよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。